そやから言うてるやん。小泉進次郎と大阪維新の連中は中国から金儲てるに違いない。こんなんやったも中国が喜ぶだけですよ。ほんで、こんな中国が喜ぶことを中国から金もらわんとやってたら、ただの貧乏人ですよ。50代以下で高市政権の支持率がガクンとしてるとこ見たらね、ネトウヨ年寄り多いんですよ。非核三原則見直して中国喜ばそうとしてるんでしょ。ちゃんと中国から金もらいや。今回の総理の発言を産経新聞は首相核三原則堅持ということで見直し予断控えるということを言うてます。で、非核三原則についてなぜこんな議論がされているかというと、維新を含めて非核三原則の見直しという議論が今進んでいるからです。すなわちどういうことかというと、アメリカの核を日本に正々堂々持ち込ませようと言ってるんです。で、小泉進次郎もそんなことを言い出してます。アメリカの核を持ち越させる。で、それを正々堂々とそう言おうと言うてるんですが、これをアメリカに魂売ってるって言うでしょ。僕ね、非核三原則を破ってアメリカの核を日本に持ち込もうという連中はアメリカに対する売国度に見えると思うんです。とりわけね、こんな報道が出てます。毎日新聞なんですけど、これはほんまです。アメリカこれ今真剣に議論してます。アメリカ新たな核戦略策定かという、これまでアメリカの核戦略というのは冷戦時代の思い出を引きずってましてね、長距離核弾道であるとか戦略原子力潜水艦等とかでいわゆるアウトレンジ戦略で核攻撃の大義名分というか核攻撃のターゲットは相手の核施設で、しかもそれは長距離弾道弾とかあるいはSLMB 潜水艦から出すミサイルとかでやるという戦略がメインだったんです。これはソビエト連邦とやってた頃と一緒のことやってたんですが、そうではなくてトランプ政権は今ね、それも重要やけども、その前線の陸軍部隊がもっと簡便に使える戦術核が重要なんじゃないかということで、敵との接点、東アジアで言えば38度線とかね、あるいは尖閣諸島であるとか、ヨーロッパで言えばポーランドであるとかに戦術核をもっと配備しようっていう議論が始まってるんですよ。で、なんでそういうことをしてるか言うたら、そっちの方がね、メンテナンス安いんですよ。で、その方が、その安上がりだっていうところが最大のあれですね。で、使う時も躊躇なく使えるんですよ。戦略的核兵器が何故戦略かというと、戦闘行為そのものに関係のない工場であるとか、向こうの生産ラインであるとか、向こうの核施設であるとかっていう、いわゆる向こうの銃後を攻撃するから戦略っていうわけです。目の前の戦車の波の上に核兵器を落として戦車をドーンと全部消そうというのを戦術核っていうわけですね。だから規模も小さいんですよ、全部ね。で、そっちに切り替えていこうと言うてるわけですよ。なんやったらもう究極的に言うとドローンで運べる核兵器みたいなの作ろうみたいな議論しとるんです、あいつら。で、その流れがあって小泉進次郎のああいう発言があったわけです。だから要は、で、それを見るとね、小泉進次郎はアメリカに魂を売った、あるいは維新の連中はアメリカに魂を売った売国度に見えるでしょ。でも僕は逆です。ああ、小泉進次郎も維新の連中も中国から金儲てんねんなとしか思いません。多分中国から金儲てると思うで、あいつらほんまに。フセインなんで殺されたんで思うたらさ、今まではね、実際米軍は日本国内に核兵器持ち込んでたと思う。で、持ち込んでないよって言ってたと思う。だって日本には非核三原則があるんでしょ。だから持ち込んでないですよって言ってたと思う。で、日本人も持ち込まれてるの分かってるけど、持ち込まれてないですよって言ってたと思う。知らん、そんなん核兵器なんか日本列島にないしって言ってたよと思う。白濃い顔してたの。アメリカと日本で白濃い顔して、いや、そんな、まして日本には広島と長崎の経験があるのに核兵器を、そんなんねえ、置いてまへんがな。横須賀と沖縄にちょっとずつ置いとけよ。いや、知らん。今なんか聞こえた？いや、そう幻聴。横須賀2つに増やしとけ。
ということを今までやってたから、誰からも文句言われへんかったんです。なぜ、起きます置いたぞ見てって言う必要があんねん。それ誰喜ぶねん。中国と北朝鮮しか喜ばへんよ、そんなことしても。ここに核兵器ありまーす言うてどうすんねん。で、そしてね、中国は確かに核保有国ですよ。ただ、アメリカのようにこうやって世界中に核兵器ばらまこうとしてないんです。そうすると、国際秩序という言葉から言うと、どっちが国際秩序を守ってるんです？核拡散防止を核保有国に求められる義務を完全に履行してるの、どう考えても中国って話になるんですよ。だから国際世論の建前は中国になびくんですよ。ウクライナとロシアの戦争を見て、日本が戦争するときは必ずウクライナ側や言うかもわからんけど、俺らロシア側に世界から見られるかもわからんねんで。なんか今俺らがもし戦争に巻き込まれたら、ウクライナ的なポジションで戦争に巻き込まれるやろうと思ってるかもわからんけど、そんなことやってもうたら次戦争になったら、お前らロシア側や言われんねんで。お前らはロシア側であり、お前らはイスラエル側やと思われんねんで。そやから言うてるやん。小泉進次郎と大阪維新の連中は中国から金儲てるに違いない。こんなんやったも中国が喜ぶだけですよ。中国大喜びやと思うで。ほんで、こんな中国が喜ぶことを中国から金もらわんとやってたら、ただの貧乏人ですよ。多分俺大阪維新の連中中国から金儲てると思うで。そうでなかったらこんなアホなこと言わへんもん。金ももらわんでこんな中国が喜ぶこと言うてたら、お前、もうちょっと金儲け頑張れ言うよ、俺逆に言うと。高市早苗の支持率が50代未満で激減してるんですよ。ということはね、維新の皆さんと高市の周りの皆さん勘違いしたの。今までネトウヨって若いと思ってたでしょ。50代以下で高市政権の支持率がガクンと落ちてるとこ見たらね、ネトウヨ年寄り多いんですよ。そりゃそうよね。ウィルと花田呼んでるの70代と80代ばっかりやねん。あと10年したら死ぬんで。気ぃつけなはれや。で、これ別に中国から銭儲てのでも、国内のネット上が喜ぶからこれでやってたら利得はあると思ったら、もうそんなビジネス10年も続かへんで。株式会社メルチよりも短命やで。もうそろそろ死ぬんだウィルと花田呼んどる連中。いや、だってそうやん。高市政権は高齢者が、発足当時は高市政権どの世代でも高かったんやけど、今50代未満がガクン下がってんねん。あんたらから見たら逆か。ガクン下がってんねん。ほんで、高齢者だけ高いままやねん。ということは、兄に計らんや、意に反して、ネトウヨは高齢者なんですよ。えらいこってっせ。気ぃつけなあれや。で、これで中国から銭もらわんと中国から喜ぶようなことを言うてるだけやったら、あんたらもうちょっと金儲け考えたらどうです？アメリカに魂売ってんやったらアメリカそうやけど金くれへんからな。中国は金くれるらしいけど。だいぶ渋ちんだっせ、アメリカは。ということで、銭もらいなはれ、ちゃんと。非核三原則見直して中国喜ばそうとしてるんでしょ？ちゃんと中国から金もらいや。金やん、振り込んどいてって電話した方がええと思うで。またかいな。非核三原則見直せって言うといたさかいさ、金やん振り込んどいてよ。3億ぐらい。またかいな、お前。いつでもそうやねん、お前。知らないな。日経新聞の2面です。イラン、海峡管理譲らずということで、こういう書き方をしているんですが、ちょっと違います。オマーンからしても、通る船から金取らなあかんということもあってね、アメリカがぐずぐずしてる間に、イランが湾岸諸国と勝手に話つけ出してるんです。で、日本の報道を見てると、トランプがイランの出方をどう見るか、認めるかどうか、みたいなのがあるけども、もうね、イランおよび湾岸諸国は、もうええやんけ、言うてるんです。そういうことです。そういうことです。もうええやん、言うてるんです。はい、分かってあげてください。で、国際面で大事な話は、これね、ちょっともう時間がないんで、他に譲りますが、国際面で大事な話がもう一個載ってました。日本の報道のダメなところみたいなところなんですが、アメリカ、広がる急進左派の波。既存政治の不満受け皿ということで、昨日、おとつい結果が出た、日本時間の昨日、おとついか、結果が出た、ミシガン州の
予備選挙の結果を広げて、急進左派の波、要は、サンダースとか AOC とかに応援されてるような民主党の左の左の左みたいなね、連中が勝ってるという話なんですが、これは事実なんですけど、ちょっとね、事実から周回遅れです。アメリカで急進左派の人気が伸びてると言えたのは今年3月ぐらいまで。この4月以降、ちょっと様相が違います。で、日経新聞これ書いてるのは重要です。プライマリーで民主党の左側がどんどん勝ってるのは事実ですが、様相は変わってます。で、この解説に関しては詳しい解説を僕やらんといかんなと思ってますんで、別途この長官チェックとは別の枠でやりますんで、これ多分日本でもこういう報道が増えてくると思いますが、決してそうではないですよということは念頭に置いといてください。多分ね、日本の特にアホな左側のメディアがね、ミシガンで勝ったのが、ガザを忘れるな、パレスチナと連帯ってことを正々堂々と言い、負けた側がエスタブリッシュメント側がイスラエル寄りだから、イスラエルが負けたみたいな見方をすると思うんですけど、そういう単純な話でもない。で、日経新聞もこれちょっと遅れてます。で、僕は結構民主党やばいんちゃうんかなと思ってます。で、別途この今日やるか土曜日やるか日曜日やるか決めてませんけども、この記事を元に話をします。で、この土日はちょっと特別編がいろいろあると思うんで待っててください。ようやくね、原稿抜けそうなんですよ。今日脱稿しそうなんで、完全脱稿しそうなんで。はい。で、最後に朝日新聞と最後ではないけど、朝日新聞行っておきましょう。これムカつくなーって話なんですけども、9面。読売新聞最後に地震の話を、やっておきましょう。これ、読売新聞昨日おとついからやってるんですけども、熊本地震のドキュメントです。これは英断やと思うんですが、熊本県の氷川町なんですが、役場そのものが震度7の激震に襲われました。要は指揮命令系統が崩壊してしまったんです。で、しかし現場の人々は奮闘しました。で、そもそも冷房設備のある避難所が少なかったこと、そしてあったところで停電で電気が来てないというところで、車中泊をやむなく依頼したという顛末が書かれています。これはね、役所の方からすると忸怩たる思いだと思います。28面です。そんな熊本に台風が近づいております。台風13号接近熊本限界ということで、被災家屋にブルーシート、こういうことをしなければいけないんです。で、地震のたびに、自衛隊に任しとけばいいという田舎者の声が大きくなりますが、被災家屋にブルーシートをかけるような作業を自衛隊にさせるな、かわいそうに。自衛隊の無駄遣いをするな。そもそもね、地震の時に何でも自衛隊にやらせたいという人は、災害の現場知らないんですよ。何を知らないかっていうと、ブルーシートかけるのだけにスキル特化したボランティアさんって、日本中にいっぱいいるんですよ。いや、ほんまに。びっくりするほどうまいね。その被災現場でね、地震とかで屋根が崩れて雨降ったらえらいことになるとか現場とかを自衛隊よりもたくさん見てきたボランティアの人って世の中にいっぱいおるのよ。で、それね、本職の飛びの人よりうまかったりするのよ。で、ボランティアの炊き出しとかでバカにするでしょ。炊き出しもね、分量の把握とゴミの処理とかってね、あれもうほんまに経験だけの世界なのよ。で、そんな経験をずっと積んでるボランティア集団って日本にいっぱいいるの。だから、ほんまやったら自衛隊と同じように動かなあかんね、ボランティアの人って。で、これはまあ地震やから少ないですけども、例えば水害の時に水吸うた畳どう処理してええかとか知らんでしょ。水吸うた畳重たいぞ。あれをどうしてええのか。だから石原軍団がおにぎり作って配りましたとか、そんなレベルの話じゃないのよ。なので、ボランティアはもう即日現場にいるというのがとても重要なんです。まあ、熊本地震は、知事がアホでないということが、一番のあれでしょうけど、ボランティアが初期から行ってますね。で、僕の仲間もたくさん熊本に行ってます。水谷さんにも託すものを託しました。で、ツッチーも行ってくれてます。ということで、熊本地震でのボランティアの活躍に皆さん注目をしてください。ボランティアというのは常に田舎の人との戦いなんですよ。よそもんは盗っ人や言うて違うんですよ。被災地の皆さん、捕まった泥棒を見てください。
絶対全員地元のやつです。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。